革靴って1万円と5万円で何が違うのかとかですね。あと正直そんなに見た目大きくは変わんないですけど、じゃあ革質がいいとどう違うのかとか、高い靴って本当に価値があるのかみたいな、そんな疑問をお持ちの方って少なくないと思うんですよね。なので、今回はその1万円と5万円での靴のそれぞれの素材の違い、あと履き心地の違い、作りの違いとか、どんな人に向いているかみたいな、そのあたりをですね、ちょっとフラットに整理してお話をさせていただきたいなと思ってます。で、多分、この動画見てくださってる多くの方は、革靴ってそもそもそんなに何足も何足も必要っていうわけじゃなくて、その仕事用、もしかしたらカジュアル用かもしれないですけれども、1、2足あれば十分みたいな。じゃあ、ちょっといい5万円台の革靴を買うのか。それとも1万円台のもので十分なのかみたいな、どっちがいいのかみたいな、そんな感じだと思うんですよね。そんな感じの方が多いと思うんですけれども、一応先にお伝えしておくと、どっちの方がいいよみたいな、どちらかに優劣をつけてお話をするっていう動画ではないので、1万円台の靴でも優れているというか、見方によっては、いい部分もあったし、負けてない部分もあったし、5万円台の靴でも、もちろんいいところもあるし、難しく感じるところもあったりしたので、総合的に甲をつけがたいなっていうのが正直なところなんですよね。はい。なので、ちょっとそのあたりを総合的に聞いていただいて、ご自身にどっちが合ってるのかみたいなところを判断していただければという動画でございます。よければお付き合いください。で、まず先に、結論をですね、ちょっと簡単に申し上げると、1万円台の靴はやっぱり道具としては必要十分かなっていうところですね。で、結構機能重視のものが多かったっていう印象でした。ちょっと動画撮る前に事前にいろいろ調べたんですけれども、あとは、ちょっとこれは余談ですけど、趣味の入り口にはやっぱならないかなっていう感じですね。やっぱ道具として必要十分。あと機能訴求が多そうだなっていう印象です。総合的に。で、5万円台の靴はやっぱ長く付き合うっていうのが前提になってくる。そういう道具っていう捉え方ができるかなっていうところと、それゆえ足に合ってるかどうか、足に合うかどうかっていうのがすごく大事になってきますし、その長く付き合う、長く履くなら余計にその慎重に選んでいただきたいっていうところですね。ただ、足に合うものが見つかれば、その分メリットもすごく大きく感じられますよねっていう話があったりします。はい。なので、結構、それぞれの目的が違うというか、設計思想がそもそも違うわけですね。そこをちょっと前提に持っておいていただいて、これからお話しする話聞いていただければという感じです。はい。というわけでですね、まずは大きく素材、履き心地、作り、耐久性かなみたいなところ、この3つの視点でちょっとそれぞれの靴を、紐解いていきたいかなと思います。で、まず、1万円台の靴の素材ですね。で、やっぱり素材は牛革を使っているものも全然ありますけれども、素材はやっぱそれなりと言わざるを得ないかなというところがあります。牛革を使っているものでも結構その革表面をですね、均一に見せるために結構表面にコーティングをしているものが多かったりとかするんですよね。で、極端な例だとガラスレザーっていうすごくツヤンと塗膜を張った革があったりするんですよね。で、そういう革ってやっぱりその革本来の良さみたいなところを享受できるかというと、そこはやっぱそれなりかなという印象です。ガラスレザーはね、結構硬かったりもするんで、履き心地的なところにも関わってくるんですけれども、ただ、そのコーティングレザーみたいなものであれば、そんなにお手入れが必要ないとかですね、そういったメリットもあるので、そこはちょっとメリット、デメリット、それぞれトレードオフじゃないですけど、あるかなという感じですね。ただ、靴全体の作りとしては、結構柔らかい履き心地を目指して作っているものも、多いかなという感じですね。後ほどまたお話ししますけど、スニーカーに近い履き心地のようなものとかもあったりするので、ここは結構靴によるかなっていう感じですね。で、素材っていうところで言うと、底材、ソールですね。そこはゴム底とか、あと合成底みたいなものを使っているものが多いので、やっぱり滑りにくいとか、さっきのクッション性とかね、そのあたりが特徴の一つかなという感じです。なので、例えば革本来の経年変化とか、そういうロマン的な要素、そういうのは結構です、不要ですっていう方にはですね、ある程度足に合えば、こういった1万円台の靴っていうのは
機能的には必要十分かなという印象でした。はい。っていうのが1万円台の靴の素材のところですね。で、5万円台の靴っていうのはやっぱり素材は結構いいと言えるようなものが多くなってきます。何をもっていいとするかっていうと、ちょっといろんな視点があるので、ちょっと複雑な話になってくるんですけれども、例えばさっきの話、経年変化とか、可愛らしい風合いを楽しめるみたいなところは、メリットとしては感じやすいっていうのがこういった価格帯の靴かなという感じですね。ただ5万円の靴で、5万円出せば全ての靴でいい革素材が手に入るかというと、そういうわけではないですね。はい。例えばですけど4万円台の靴、4万円台後半かなの靴とかでも結構テクノロジーとか機能に振ったものだと、じゃあ革素材がすごくいいかっていうと、そうでもないのもあるっていうのが事実ですね。なのでブランドごとにどこに重きを置いて製造なり発信をしているかっていうところを注視していただくと、そのあたりは違いが分かってくるかなという感じです。例えば履き心地がとかっていうところをメインに歌ってるメーカーさんであれば、結構革素材は、そこそこっていう場合も多いかもしれないですし、一方で例えばアッパーの革はフランスのタンナーの革でどうのこうのみたいなことを言っているところだと、やっぱり素材にはこだわってるんだろうなっていうのが分かったりしますよね。で、素材とはちょっと別の話になるんですけど、安価な靴ってやっぱ数作って数売るっていう販売戦略に、頼らざるを得ないと思うんですよね。そうなると一足一足にすごく時間をかけられるかというとそうではないですね。ちょっとごめんなさい。この話は履き心地のとこでまた後からします。はい。っていうのがなんとなく5万円台の素材のお話でした。で、素材とか、そういう作りに関しては結構履き心地にも関わってくるところが、大きく関係してくるところなんで、次はちょっと履き心地についてお話をさせていただければと思います。で、1万円台の靴の履き心地ですね。やっぱり1万円台の靴はクッション性とか軽さとか、あと耐水性、あと抗菌繊維を使ってますみたいな、そういった機能で訴求しているプロダクトがやっぱ圧倒的に多そうだなっていう感じですね。わかりやすいところで言うと、インソールにすごく弾力がありますとか、そういうのが結構よく見られました。で、やっぱり世の中的にその革靴に対して持たれているネガティブなイメージを、いかに払拭するかみたいなところを重視して、設計をされてるんだろうなっていう感じですね。で、あと、同じ靴何日も何日も履いてると連続で雑菌がすごく繁殖しやすいんですよね。で、靴の中ってあんま乾かないので、そういったところで抗菌繊維とかっていう歌ってるところありますけれども、もしかしたら普段あんまり革靴履かなくて、必要な時に一足あれば十分かなっていう方は、1万円台のものでも別にいいかなっていう感じですね。で、あと靴ずれってこの履き口の周りで起きやすいと思うんですよ。かかととかね。なんですけど、ものによっては結構履き口の周りになんかぷくっとちょっと厚みを持たせてクッション性を持たせてる靴とかもあって、靴ずれ防止の対策を取ってるものとか、結構ありましたね。ただガラスレザーとかを使ってるものだと、結構硬くなる場合が多いので、その履き心地柔らかいっていう売り文句で、油断してですね、サイズ大きいものを選んでしまうと、靴の中で足が動いて靴ずれしちゃうみたいなことがあったりするので、そこはちょっとご注意いただきたいかなっていう感じですね。はい。で、次は5万円台の履き心地なんですけど、5万円台の靴も結構いろんなものがあるんで、一概にこうっていうのは言いにくいんですけれども、ちょっと1万円台の靴との比較対象として、レザーソールのものをあえてちょっと選ばせていただきたいと思います。で、レザーソールのものも、革底ですね。はい、革底のものも最初はやっぱね、硬さがあるんですけれども、レザーソールのいいところって、履いていくうちに屈曲癖がついてですね、曲がるところで曲がってくれるっていうか、足に合わせて曲がってくれるんで、なんとも言えないその革の弾力、ちょっとクッション性とは違うんですけど、その独特のですね、革底の魅力があるわけですね。ちょっと説明は難しいところなんですけど、時間はかかるけど馴染むとすごく気持ちいいっていうところは一つ大きなメリットかなと思います。で、5万円台の靴ってその革底に加えてこの内側の素材、ライニングっていうんですけど、ライニングも革素材でできているものが多いので、最初はちょっと硬さはあるけど足の形を覚えるっていうメリットがあったりします。で、天然比較はこうやって馴染むのが特徴なんですけど、合成比較とか人工比較ってその馴染まないんですよね。だからそこは革のメリット、大きなメリットと言えると思いますね。そう、だからある程度履き慣らす時間とか、そういうちょっと時間的なコストみたいなところが必要になってくるんですけど、やっぱ慣れるとすごく気持ちがいい革本来の独特の
履き心地を享受できるっていうのは、革素材のいいところかなって思います。ただやっぱり革素材って今圧倒的に値段が上がってて、高価になってしまうっていうところがあるので、そこはどうしても難しいところかなっていう感じですね。あとレザーライニングって汗の水分をすごく吸って逃がしてくれるっていう、その力が強いんですよね。撥水性とか、あと透湿性かって言ったりもしますけれども、なんですごく蒸れにくいっていうのも実は特徴だったりします。さっきの話の続きなんですけど、革素材って補形力がすごく実は強いんですよね。形を覚える力が結構強いんですよ。で、さっきの話、その1万円台の靴はやっぱ数作って数売るっていう戦略にならざるを得ないっていうところがあって、一足一足に作ってる時間、製造コストをなかなかかけにくいわけですね。安く仕上げないといけないから。そうなると5万円の靴は作る段階でその木型っていって靴の形を補形する型ですね。これを入れてしっかり靴の形を覚えさせて作るわけなんですけど、1万円台の靴はその入れてる時間が短いので、なかなかちゃんと形を覚えてくれなかったりとか、そもそも結構柔らかさ重視で作ってるものだと、内側の素材が革じゃなかったりするんで、あんまり形を覚えてくれなかったりするんですよね。なので結構履き心地的には緩いっていうか、ちょっとふわっとしたものが多いかなっていう印象です。ただレザーライニングの靴はその硬さはあるんですけど、ちゃんと形を覚えていることで足に合えばっていう、条件はつきますけど、足に合えばすごくねホールド感があって足に吸い付くような何とも言えない気持ちよさがあるっていうところが一つその革素材の魅力かなって思いますね。はい、革特有の履き心地みたいなところ、ただですよ、その硬さゆえ足に合わないとすごく厳しい難しいプロダクトでもあるわけですね。時間がかかるって申し上げましたけど、やっぱお手入れとかして履き慣らしとかしてだんだん足に馴染んできて、そろそろ柔らかくなってきたなと思っても足に合わない靴はもういくら馴染ませても永遠に痛いんですよ。もう今後未来永劫をずっと痛いんですよね。これは足と靴の相性が悪いっていう判断になってしまうので、本当に難しいところなんですけれども、なので足に合うかどうかっていうともすごく重要っていうこと、をちょっと覚えておいていただければっていう感じです。で、いろんな靴履いてるとなんとなく自分の足に合うフィット感ってだんだん分かってくるんですよね。感覚として、これは合うな、これは痛くならなさそうだなとか、これはちょっと不安だなみたいなのがやっぱり多少分かってくるんですよね。で、僕はそこにたどり着くまでにすごく多くの失敗をしましたけど、失敗したくない方がほとんどだと思うんで、そういう方はですね、一つのブランドに決めずにちょっといろんなものをですね、ぜひちょっと試着してみてほしいっていうのが僕が他の動画でも何度もお伝えしていることなんですよね。ちょっと買う前にぜひいろんなものを履き比べて、この足の感覚をですね、ぜひ研ぎ澄ませて、ちょっと合うか合わないかっていうところを判断していただきたいです。で、もちろんご自身の感覚だけじゃなくて、販売員さんとか、ちょっと頼ってもいいと思いますし、なので足に合えばすごく気持ちいい、合わなければすごく辛いっていう、結構ね、メリットデメリットは両極端なところでもあると思うんですね。この5万円台の靴の履き心地って。それが難しいところかなと思います。で、次、耐久性ですね。1万円台の靴の耐久性は、ちょっと総合的にやっぱどうしても低くなりがちっていうところはあると思います。で、天然比較であっても結構コーティングがしっかりしてあるものだとお手入れがそんな必要なかったりとか、多少雨に強い仕上げとかが施されている場合もあるので、結構ケアフリー、メンテナンスフリーみたいなところもあったりするんですけど、例えば人工比較とか、合成比較みたいなものだと加水分解する可能性があるわけですね。劣化しちゃうっていうところがあるので、例えばあんまり頻繁に履かない、ただ必要な時だけ履くっていう方でも、久しぶりに靴箱開けたら加水分解しててうわーみたいなことが、なくはないわけですね。そこはちょっと注意が必要かもしれないというところで、あと時々外れを引いてしまうこともあって、そういう1万円台の靴って基本的には接着で靴底つけてるわけですね。ただ昔よりは接着剤が強くなって剥がれにくいって言われてますけど、やっぱ時々外れを引いてしまうことがあって、これがベロンってね剥がれてしまうみたいなこともあるわけですよ。履き方が悪いのか、夏の暑さなのか、ちょっと原因は分かんないですけど、時々あるわけですよ。道端にね、ベロンって靴底落ちてるの見たことある方もいらっしゃると思いますけれども、なので、そういうものに当たる可能性が少なからずある。別に多いとは言いませんよ。全然多いとは言わないんだけど、
可能性があるっていうことですね。で、靴底の修理も1万円台の靴、そういうセメンテッド製法だからできないわけではないんですよね。できるものとかもあって、熱をかけてベーっと靴底を剥がして新しいものをつけるっていうこともできるんですけど、その修理だけで1万円台とか、1万円とかかかってくるわけですね。それ以上かかることもあると思います。だから、元々の靴1万円で修理で1万円使うっていう話にどうしてもなるじゃないですか。もちろんそれが悪いこととは全然思わないですけど、じゃあ新しいの買おうってね、なるケースが多いと思うんですよね。なので、長く使うことを想定していない場合の方が結構多いんじゃないかなっていうのが1万円台の靴の耐久性ですね。で、5万円台の靴の耐久性だと、耐久性っていう面で言うと、捉え方によってはやっぱ高い。かなりいいと言えるのが5万円台の靴になります。はい。何度も申し上げてますけど、長く履くことが前提に作られているので、ケアとかね、修理がありきの話ではあるんですけれども、底面もベタっとくっつけるだけじゃなくて、しっかり糸で縫って接着してたりとかもしますんで、そのあたりは簡単に剥がれるかっていうと別にそうではなくて、むしろちゃんと修理ができるような構造作りになっているっていう感じですね。はい。ということもあって、そういった修理とかケアの手間を惜しまなければ長く履くことができるっていう感じです。例えば、3、4足、もしかしたら5足ぐらい持っていて、それをローテーションで履き回して、お手入れとか修理とかを繰り返していけば、10年、20年は履けるっていうのは、よく言われてる話ですので、そこが革靴のいいところかなっていう、革靴っていうかごめんなさい、そういう5万円以上の靴のいいところかなっていう感じですね。長い目で見れば耐久性が高いというところ。ただ、やっぱり、お手入れしないと、アッパーの皮が色抜けしてしまったりとか、硬くなって劣化しちゃったり、ひび割れしちゃったりっていうこともありますし、例えば雨に濡れて放置しておくと、カビが生えちゃったりとかしやすい素材なんですよね。なので、やっぱ修理、ケアはどうしても必要になってくるっていうところですね。そこはどうしても避けられない部分かなっていうところです。はい。というわけでちょっとまとめとして、それぞれメリット、デメリット、もう一回整理していきたいと思いますけど、1万円台の靴のメリットはやっぱ手が出しやすいっていうところはね、大きなメリットかなと思います。あと、機能重視のものが多かったです。履き心地、クッション性、軽さ、耐水性みたいなところですね。あと、メンテナンスも結構フリーでいけるかなっていうところがあるかなという感じ。で、デメリットはやっぱ革質はそれなり。で、経年変化とかそういう、楽しみも出にくいかなっていうところ。はい。で、修理とかソール交換は、できないものが多いという言い方が正しいんじゃないですかね。できるものもあるので。っていうのが1万円台の靴のメリット、デメリットでした。はい。で、5万円台の靴のメリットは、革質はある程度安定しているかなっていうところと、作りがしっかりしている。修理前提の構造になっているっていうところと、履き込むほどに味が出てくるっていうところですね。で、足に合っていればすごくフィット感が高いっていうところ。すごくね、気持ちがいいですよ。長く履いても疲れないっていうところはあります。で、デメリットとしてはやっぱ初期投資がでかくなってしまうっていうところと、慣らしが必要。はい。あと、ケア前提で知識も必要だし、長く履くなら修理は不可欠かなっていう感じですね。なので、この辺が、皆さんのですね、ご覧いただいている方のライフスタイルにどう合ってくるのかみたいなところをちょっと参考にしていただければ嬉しいなという動画でございました。はい。っていう感じですね。この辺は、その正解があるものだとは僕は思ってないので、ご自身に合うものを選んでいただければいいと思いますけれども、とはいえ5万円台の靴ってそんな簡単に買えるものじゃないじゃないですか。なので、ちょっともし悩んでる方がいらっしゃるのであれば、5万円台の靴のメリットはこういうところですよっていうのを知ってもらうきっかけになればと思って動画を撮影させていただきました。はい、参考になれば幸いでございます。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画でありがとうございました。